bound for Minami Oto. The next stop will be Hakuba. Thank you. 大糸線の沿線も緑の生命力が最も強い7月を過ぎ、8月も終わる頃、秋の気配が近づいてきました。線路沿いの稲たちも徐々に黄金色に変化し、重さで垂れる様子が見られます。9月中旬、稲の穂が完全に黄金色に熟し、収穫作業が始まりました。至るところでコンバインを見かけます。稲刈りが終わると夜の冷え込みが増し、朝晩の風がさらにひんやりと感じられるようになります。そして紅葉の季節が訪れます。秋が深まり、最低気温が8度前後になる日が続くと、しばらくして紅葉が始まります。この最低気温は標高により異なるため、山沿い、平野部、海沿いで紅葉の進み具合に差が生じます。北アルプスのふもとから海まで下る大糸線では、その差が顕著に現れます。松本から信濃大町までの市街地は11月上旬頃に色づきます。しかし渓谷など標高が高い場所は10月中旬から下旬頃が見頃と言えるでしょう。信濃大町の先にある西名山湖の紅葉は10月下旬から11月初旬が見頃となります。続いての白馬エリアでは10月初旬から中旬頃に見頃を迎えます。南小谷駅の標高は約500メートル。ここから約35キロメートルで糸魚川の海抜0メートルまで下っていきます。小滝川翡翠峡や白池など標高が少し高い場所は10月下旬頃が見頃となりますが、終点の糸魚川市街地の見頃は11月上旬から中旬頃となります。制作上、松本から順を追って紹介しますが、撮影時期は最後に記しておくので、秋のご旅行の参考にしてください。長野県のほぼ中央に位置する松本市。松本駅前にある三角柱の時計塔には、それぞれの面に学徒の文字が記されています。北アルプスなどの山岳観光都市を意味する学徒、旧開智学校や旧制松本高等学校の誘致など学びの町としての学徒、そして音楽都市を意味する学徒です。音楽都市を標榜する松本市では、毎年夏に国際的な音楽祭が開催され、にぎわいを見せます。この文化と景観に優れた町から大糸線は出発します。
出発前に秋を迎えた松本城を覗いてみましょう。広大な松本盆地に築かれた平城、松本城。その歴史は古く、前身である深志城は今から500年以上も前の1504年に築城されました。日本の文化や歴史を色濃く伝える城郭ですが、現在江戸時代以前に建造された天守は現存12天守と呼ばれる12城しかありません。これらはすべて文化財保護法に基づき重要文化財に指定されていますが、このうちの5城は国宝に指定されています。国宝5城とは、犬山城、彦根城、姫路城、松江城、そして松本城です。秋の澄んだ空気の中、黒漆塗りの天守が紅葉に彩られた姿は、歴史の重みと自然の美しさが見事に調和しています。それでは松本駅を出発しましょう。ご利用くださいましてありがとうございます。南小谷行きワンマン列車です。お降りの際は開けるのボタンを押してお降りください。次の北松本では全部のドアが開きます。お近くのドアからお降りください。松本駅を出てすぐの北松本駅を過ぎると、列車は奈良井川を渡ります。奈良井川を渡ると、今度はあずさ川です。乗車券は駅係員にお渡しいただくか、駅回収箱にお入れください。We will soon arrive at Azusabashi. Thank you. 人市場駅周辺の住宅街を抜けると、初夏には麦畑や水鏡となっていた田園地帯が秋の様相を呈しています。穂高駅からほど近い国営アルプス安曇野公園も覗いてみましょう。この公園は
安曇野地域の美しい田園風景や常念岳を中心とする雄大な北アルプスの山々を楽しみながら散策できる国営公園です。園内では秋になると断交梅や楓などが色づき、訪れる人々に季節の移ろいを感じさせてくれます。冬が近づく11月から翌年1月初旬にかけて、この公園では長野県最大級のウィンターイルミネーションが開催されます。日が沈むと幻想的な光に包まれた公園の風景が広がります。音楽と光が連動して動く仕掛けや、特定の日には打ち上げ花火も上がり、まるで自然の中に広がる光のパフォーマンスを楽しむことができます。また再入園が可能なので、日中に自然を満喫し、夜にはイルミネーションの美しさを堪能するのもおすすめです。早朝の細野駅、背景には信濃富士とも称される有明山が見えています。標高は2268メートルと北アルプスの中でも高い方ではありませんが、その富士山型の美しい山容から安曇野を代表する山の一つです。この有明山、燕岳、お天正岳に囲まれた中房渓谷へ行ってみましょう。
この中房川は燕岳、御天正岳、東天井岳などから流れ出る沢が集まってできています。春には新緑、秋には紅葉が見事で、その美しさは長野県内でも評判です。川の水は渓谷を抜けると安曇野の平野へと注いでいきます。では細野駅を出発しましょう。車窓左手に有明山を見ながら進みます。次の信濃松川駅には徒歩30分ほどで行ける安曇野千尋公園があります。北アルプスの山並みを背にした自然豊かな公園、安曇野千尋公園。広大な空間では安曇野の田園風景を望みながら穏やかな自然を感じることができます。次は線路をまたぎ高瀬川を渡った池田町の方に行ってみましょう。町の中腹に黄色く染まった大木が見えます。池田町藍染地区にある長福寺の大イチョウです。この長福寺は信濃松川駅からタクシーに乗り10分ほどの場所にあります。推定樹齢約100年、高さ約30メートルの大木で10月下旬から色づき始めます。この季節はタイミングが良ければ冠雪の北アルプスを見られるかもしれません。葉が散った後も周囲の黄色い絨毯を楽しめるでしょう。北アルプスを背景に鮮やかなイチョウ吹雪が舞う様子が印象的です。早朝の激しい冷え込みにより霧が発生しています。
霧の中の信濃常盤駅には信濃大町行きが入線してきました。太陽が昇って地面が温められると、霧は徐々に晴れていきます。早朝にあった霧もすっかり晴れて、北アルプスがきれいに見えています。周辺を見ていきましょう。信濃常盤駅近くのりんご農家では、シナノゴールドの収穫が行われていました。厳しい選別作業が行われています。安曇野のりんごは標高600から700メートルの高冷地で育ち、昼夜の寒暖差や日照時間の長さが甘みと酸味のバランスを引き出します。この先の高瀬川橋梁を渡ると、大糸線の要衝駅となる信濃大町駅は目前です。信濃大町駅から高瀬ダムと黒部ダムへ行ってみましょう。信濃大町駅近くを流れる高瀬川。この川の上流には高瀬渓谷、途中で合流する支流の加古川の上流には黒部ダムがあります。秋を迎えた渓谷を遡ってみましょう。渓谷に差し掛かると最初に現れるのが大町ダム。貯水池は龍神湖です。広い駐車場があり、比較的ひっそりとしているのでゆっくり楽しめます。高瀬トンネル手前にある北葛沢。色とりどりの紅葉で人気となっているフォトスポットでもあります。すぐ近くに5台ほどの駐車場があります。毛並みの良いしっかりした体型の猿を至る所で見かけました。七倉山荘から先、高瀬ダムまでの約 5.5km は中部山岳国立公園内であるため、自然環境保護と施設管理の観点から自家用車の乗り入れが禁止されています。そのため徒歩か乗り入れ許可を受けた指定タクシーで向かいます。徒歩の場合は1時間程度、タクシーだと20分程度です。日本有数のロックフィルダムで堤高176メートルの高瀬ダム。この高さは
黒部ダムに次いで日本第2位であり、2005年ダム湖100選にも選ばれています。このダムは大部分が湖水に埋没した部分から採取した岩盤、砂礫を利用して作られました。ここは長野県内屈指の紅葉の名所で、低頂から見る紅葉は原色が鮮やかで色濃いことが特徴です。高瀬ダム堰堤の一番端には見晴らし台があります。天気が良く視界良好な日は、北アルプス南部の名峰槍ヶ岳の山頂が望めます。龍神湖の手前で合流する加古川をたどると黒部ダムがあります。扇沢駅から電気バスに乗って黒部ダムに向かいます。立山黒部アルペンルートの紅葉は北海道の大雪山系と並んで日本で最も早く立山室堂平付近から始まります。9月に標高2450メートルの室堂から始まる紅葉は約1ヶ月かけて標高1500メートルの黒部ダムに降下し、周囲を黄色く染めていきます。信濃大町駅から約 5km、 標高1164メートルの高狩山山頂です。ここには北アルプスと安住平を見渡せる展望台があります。長ヶ岳、常念岳に始まり、爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳はもちろん、白馬三山まで見事に大糸線沿線の北アルプスを一望できます。鹿島槍ヶ岳の横には北アルプス三大キレットの一つ、八峰キレットが見えています。天狗の頭から白馬三山、
そして三国境から小蓮華山へと続く関節の稜線が見事です。北アルプスを背にすると、奥秩父連峰の拳ヶ岳や八ヶ岳連峰まで見渡すことができます。ここの絶景は素晴らしいので、大町に来られる方はぜひ双眼鏡を持って見に行ってください。信濃大町駅を出てしばらくすると、列車は仁科山湖を通過します。木崎湖、中綱湖、青木湖と続き、山々を映すことから北アルプスの鏡とも呼ばれています。仁科山湖を過ぎた列車は大町市から白馬村に入っていきます。まもなく南上白です。南上白駅からほど近い佐野地区。山々が見事に色づいています。まもなく上白です。次は白馬五竜の紅葉を見に行きましょう。JR 上白駅から約 2km にあるエイブル白馬五竜。エスカルプラザ横にある東御駅からテレキャビンに乗って山頂のアルプス平駅へ行ってみましょう。山頂のアルプス平駅は標高1515メートル。約8分の間、紅葉の絶景を楽しむことができます。ゴンドラからはパラグライダーが大空を舞う姿が見えます。
展望台からは青空に舞うカラフルなパラグライダーを近くで見ることができました。秋のシーズンはタイミング次第で冠雪した北アルプスと紅葉する木々の見事なコントラストを見られるかもしれません。間近で見る五竜岳の雄大さは圧巻です。冷涼な気候を好む果樹、ブルーベリー。飯盛駅前にはとても美しい風景が広がります。沿線の黄色やオレンジが主体の紅葉の中で、この赤く染まる葉はとても印象的な風景です。ご利用くださいましてありがとうございます。まもなく白馬です。レフトのドアが開きます。お近くのドアから開けるのボタンを押してお降りください。乗車松本駅を出て約 60km、 列車は大糸線の観光において主要となる白馬駅に到着します。長野県北安住郡白馬村。言わずと知れた北アルプスふもとの村です。冬はスキー、夏は登山、そして秋は紅葉でにぎわいます。村の中心に位置するのが JR 白馬駅です。この白馬駅を中心としてさまざまな紅葉スポットに行くことができます。周辺を見に行きましょう。この八方アルペンラインはゴンドラと2つのリフトを乗り継ぎ、わずか40分ほどで標高1830メートルの八方池山荘へ行くことができます。10月も下旬に近づくと紅葉を楽しむのはアルペンクワッドリフト中ほどまでになりますが、この先には北アルプスの絶景が待っています。
八方アルペンラインの終点に立つ八方池山荘。ここから眺める周辺アルプスは壮観です。四季を通して日本が世界に誇る北アルプスの絶景がここにあります。日本の道100選に指定されている絶景ポイント白馬大橋は、白馬村の北部に流れる松川に架かる橋です。橋上からは景色を遮るものはなく、清らかな松川と手前の山々の紅葉の背後に壮大な白馬三山がそびえ立っています。白馬大橋のすぐ上側にどんぐりパノラマ展望台があります。この展望台はあまり知られていませんが、白馬三山方面から白馬村の様子まで一望できる貴重なポイントです。白馬駅から約 1km の場所にあり、日本の原風景を楽しめる場所が大出の吊り橋です。ここから約 9km 上流に源流部があり、途中で北アルプスから流れてくる平川と合流します。小さな小道を進んだ先には絶景を見渡せる展望台があります。桜の季節にも絵に描いたような美しい風景を望めますが、白馬三山、姫川、木製の吊り橋、わらぶき屋根など一年を通して原風景が楽しめます。次は青鬼集落に行ってみましょう。白馬村の北東部に位置する青鬼集落。集落全体が重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。集落の上部に広がる棚田の方に行ってみましょう。棚田からは北アルプスやジャンプ台などの素晴らしい景色を一望できます。次は白馬駅から約 9km、 戸隠方面に抜ける国道406号線にある白沢峠展望台です。
ここでも鹿島槍ヶ岳、五竜岳、唐松岳、白馬槍ヶ岳、杓子岳と北アルプス後ろ立山連峰の名峰が一望できます。四季を通して絶景を楽しめますが、冠雪の北アルプスは特に美しいと言えるのではないでしょうか。白馬駅からはあずさ号で移動しましょう。この列車は特急あずさ5号南小谷行きです。次は終点南小谷でございます。白馬駅から南小谷駅の距離は約 10km で、標高差は約 200m です。姫川第一橋梁を渡ります。この山を入ると先ほどの青鬼集落があります。第1、第2、第3姫川橋梁を渡ると、まもなく終点の南小谷に到着します。まもなく終点南小谷に到着いたします。大糸線糸魚川方面はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。列車は電化区間最後の駅、南小谷に到着します。JR 南小谷駅は JR 東日本と JR 西日本の境界となる駅です。
ここから美しいブナの原生林に囲まれた鎌池に行ってみましょう。南小谷駅からタクシーやマイカーで約40分、標高1190メートルまで登ります。その道すがら、車窓に広がる光景も絶景です。標高1190メートルに位置する鎌池。1周 2km ほどの遊歩道があり、特に秋は最盛期となり、多くの人が訪れます。通行可能な期間は雪解けの5月下旬から降雪前の11月上旬までとなり、紅葉が見頃になる10月中旬から下旬は多くのカメラマンや観光客でにぎわいます。この鎌池で見るブナの紅葉はとても印象的な風景です。それでは気動車に乗り換えて先に進みましょう。大糸線はこの先非電化区間に入るためディーゼルエンジンの気動車で進みます。ここから先は今までのリゾート線と違い本格的な渓谷線が始まります。北小谷と平岩の間にある国会橋。大糸線は姫川沿いを走るため、この付近では新潟と長野を往来しますが、国道はここで新潟県に入ります。ここにある葛葉峠は約500年前に対岸のまな板山の頂上付近から崩れた土砂でできたと言われています。一度はせき止められて湖になっていたものが姫川の流れで再び渓谷になりました。切れ込んだ V 字型の峡谷が暴れ川としても有名な姫川の激しさを物語ります。この後は小滝川翡翠峡方面へ行きましょう。
小滝駅から県道小滝線を 10km ほど走ると、明星山の大岩壁を映す高波の池が見えてきます。標高は540メートル。紅葉がきれいな都市はまるで絵画のような色合いになることで有名です。四季折々美しい姿を見せてくれる場所の一つです。高波の池から15分ほどで日本随一である翡翠の産地、小滝川翡翠峡に着きます。眼前にそびえ立つ明星山の岩肌では、木々が鮮やかに色づいています。翡翠峡にそそり立つ明星山大岩壁はロッククライミングの名所としても知られます。約3億年前のサンゴ礁が変化した明星山、その下を流れる小滝川、この2つが織りなす絶景は糸魚川エリアの紅葉の中で外せません。小滝駅を出たら次の根知駅へ向かいましょう。まもなく根知です。根知駅から車で約20分、終点の糸魚川からも約30分でアクセスできる雨飾り山麓白池の森。白池までは駐車場から舗装路を15分ほど歩きます。
日本百名山に選ばれた雨飾山と紅葉のコントラストが印象的です。久引大野駅を過ぎると、いよいよ終点の糸魚川が近づきます。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点、糸魚川です。すべてのドアが開きます。ドアは手動では開きません。ドア横のボタンを押してお降りください。ドアは内側に開きます。ステップにはお立ちにならないようお願いいたします。新潟県西部にある糸魚川市の中心駅、糸魚川駅。海側が日本海口、山側がアルプス口となっています。近くにある玉水園と谷村美術館の秋を見に行きましょう。建築家、村野東吾、木彫り芸術家、澤田聖光、造園家、中根金作。それぞれの巨匠の技が結集したのが、翡翠園、玉水園、谷村美術館です。初夏の動画で翡翠園を紹介したので、今回は玉水園、谷村美術館を見てみましょう。翡翠園が歩いて楽しむ日本庭園であることに対し、この玉水園は眺めて楽しむように策定されています。11月の紅葉見頃時期には、玉水園、谷村美術館ともにライトアップが開催されます。とても上質な時間が流れます。
最後になりますが、糸魚川に来たならばぜひ日本海に沈む夕日を見に行ってください。秋から冬にかけては空気中の水分量が減少するため、美しいオレンジ色の夕日が見られます。昭和の時代に巻き起こったスキーブーム、それに伴い大糸線沿線もスキー場、黒部ダムの観光開発、温泉郷など当時大変なにぎわいを見せました。昭和から平成、そして現在の令和では人口減少や少子高齢化などで利用者が激減しましたが、現在でも沿線を取り巻く自然環境は大きく変わっておらず、自然の恵みに満ちています。機会があれば北アルプスのふもとを走るこの美しいローカル鉄道でゆっくりと車窓を見ながら途中下車してみるのはいかがでしょうか。日本が世界に誇る北アルプスの風景をぜひ実際に訪れ、その目とその肌で感じてみてください。君が眠る頃に星は瞬き、その向こうでまた誰かが泣いている。どうか愛しき人よ、傷つかないで、言葉だけが行き交うこの世界で、凪に揺れる月明かり、静けさだけがこの胸を泳ぐ。目を閉じれば浮かび来る眩しき夢、揺らめいて、遥か遠い君を思う。かすかな光が今もどこかで消えぬようにと祈る人の